りがとうございました。爽やかな、爽やかな、なんか涼しくて、いい天気ですね。おはようございます。書いてあったよね。本当ですか。書いてあった。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今の異常っていうのはそうじゃない、生活の異常がお産の異常をもたらしてるわけで、昔はだからほとんどああいう江戸時代のような生活しとればほとんどお産は異常なかったわけなんで、だからなんかどこに異常があるかって生物学的な異常じゃないんですよね。文化の異常なんですよね、今のお産の異常はね。その文化を治さんといってから医療ばっかり治してる、このことが大間違いですよ。医療のやり方ばかり。そんなことものすごく簡単なことで、こんなことはお医者さんたちが分からんはずはないと思うけども、全然分かってない人がほとんどですよ。ほっとくね。それがいい。治れば治る運命だし。あんたはね、医者なんかなったもんでそういうことになる。私医者なの。本当？何か？一応ね、外科に。医者になんかなったもん。なったもんで。先生医者。最初から。ああ、そうか、そうだ。そうか。小坂語は正常じゃないっていうのがほら大学の時の教科書であるから。お産の異常はやっぱり不安ですよ。一番の異常の原因はね。だから普通の病院だともし逆子だったらね、逆子怖い逆子怖いって言うんだよね。だからお前ものすごい一生懸命頑張っていろいろね体操やってないけど治せって言うでしょね。そう言われれば言われるほどみんなおかしくなるんだよ。やればやるほど問題が大きくなっちゃって難産が増えちゃう。わしの考えすればツルツルにみんな生まれちゃうよね。本当です。本当にそうだ。本当に実証されてる。事実を見ようって。科学っていうのは事実から出発せないかんのだと。その論理から出発してかんのだって。確かにさ、あと産んで後も私友達ですごい陣痛が長くって陣痛促進剤を打たれて陣痛が来て、それでもなんか開かなくって、で最後になんか監視とかになっちゃって40時間もうめっちゃはちゃめちゃなお産をした友達がいるんですけど、その子にお産の話をすると思い出したくないっていうのね。ドラマぐらい。で私はここで一人目産んだけど、お産のね思い出すのがすごい好きなの。痛かったけどこうやって始まってああなって破水して叫びまくってとか思い出すのがね大好きなの。だからやっぱりこうお産そう痛かったけど思い出したいの。
私はそういう吉村先生のような自然の分娩っていうのも味わって知ってるし、でもまあ大学の時の知識として普通の医学現代医学ででの出産っていうのも両方経験知ってますけど、自分が産む時はもう自然の決断でしたね。吉村先生のように自然に産みたいっていうのは。自分ごとになると自然分娩。そうやって聞かれるとなんか嫌ですね。スクワット何回やるんですか？大体50回を1セットで、まあ1日300ぐらいやります。やっぱ体調もすごく良くなって、精神的にもすごいなんか心にゆとりができてきたような、すごいなんかリラックスっていうか、なんか気持ちいいっていう感じ。そんなにスクワット300とかができるようになるんですか？みんなできるようになるんですね。私も最初先生の本読んだ時になんか300なんてありえないとかって思ったんですけど、でもなんかその古谷に来だした時に、その時にいたもうその古株の先輩とかは昨日サボったから今日600とかって言ってやってたんで、すごいなと思って。あとは中学校の時に家庭科の保育の授業の時に、その時にもう生々しい出産のビデオを女子全員こう見せられて、でその映像がすごいなんか衝撃的で、でもなんか自分には絶対これはできない、乗り越えられないっていうか、もう痛いもの苦しいものっていうか、そういう風にもう焼き付いちゃって、でもなんかその出産っていうのが、すごいなんか大きな壁になってましたね。今はそんなになんか不安ってあんま感じないですね。その妊娠生活今楽しいんですけど、なんか今の生活っていうのはその当時っていうか、その不安を抱えてた時っていうのは全然想像もできなかったっていうか、してなかった。で本当ありがたいですね。いや本当にね、お産はね、女性にとってね本当に喜びなんだよ。だから今の学校とか病院とか行くと、お産ってのは怖いもんだと思い込ませるんだよね。これはものすごく罪ですよ。そうするとお産がね怖い怖いと思ってる、そうするともう精神的にね難産になっちゃうんだな。その上怖い怖いと思っとっていつもダラダラしてね、医者の言うこと聞いて安静しとったりね、薬飲んだりね、入院したんやしとりゃね、もうどんどん難産になっちゃいますね。これめちゃくちゃ難産するわけでしょ。今度自分で目はめて機械で来られたり腹切られたりしたらね、もう生まれてからね赤ちゃん見たってね、自分の子供って実感ないんだよね。僕自身も、妊婦はだから妊娠したら家でおとなしくしてるもんだなっていう先入観は確かにあって、で先生のとこ来て、で嫁がどんどん動けって言われてるって言って、で横から見てて結構逆に健康になっていくっていうかそうでしょう。そう生き生きしてくるから、普通のね妊婦はねだんだんね不安になってきてね、なんか顔つきがなんか、おかしくなってくるんですよ。それが逆でだんだん、笑う顔が増えてきたっていうか。
たらもう自由に使ってください。じゃあ、次の人たちが来ますから、それまでねお待ちくださいね。そうだった、私もあ、本当にそうなんですね。本当に早いな。もう5年いかん。5年いかん。1人目が実は帝王切開になってしまって予定日超過で、陣痛誘発してそれでもダメで帝王切開になってしまったんですけど、2人目は自然に産みたいなと思って、ちょっと縁があって吉村委員を知って本を読んで感動して妊娠前からスクワットをしてたんですね。それでここの両親学級にとりあえず来てみようと思って来て、それで先生にそういうことをお話ししたら、先生が広い心で「許す」って言ってくださってそれでここに通うことが。それ許すってのは簡単に言ったんじゃないよ。私は自分の命をかけてるんですよ。はい、あんたみたいな人陣痛が始まった時からずっと寝れやん。それが何日もかかることあるじゃない。死にそうになりますよ。だから肌を下ろすこと言ってるんじゃないんだから、あんたも命をかけろ。はい、もう毎回そう言われて、なんか逆にビクビクさせられてるような感じなんですけど1人目2人目は地元の産院でお産してます。で1人目なんかは特に20キロ太ったこともあって本当に自分の知らないうちに陣痛促進剤を打たれて、最後は子宮口は広がってるんだけど降りてきてないって言って、もう分娩台に乗った瞬間にも吸引されました。でお腹もすごい押されました。だから思い出すと泣けちゃうんですけど、本当子供可愛いって思えなくって生まれた瞬間に自分が大事だったんです。妊娠して思っていることは、本当もともとは体を動かすことは嫌いじゃないんですけど、ビクビクしがちな感じなあなたが？そうですよ、私痛がりな感じなんですけど初めて知りました私も初めて知りましたでも本当だからこの病院を選んで、こう切ったりしないベッドにいなくていいところを選んでここに来て、もう自分が選んだのかこの子が選んだのかあれなんですけど、本当そこからもスタートのところから神秘的で、ここになんか来て本当もうゴロゴロビクビクバクバクしなくなって、前から明るい方だとは思うんですけど、本当どんどん弾けていっちゃって、もう古い脳しか多分働いてないぐらいじゃないかっていう感じで、もう計算とかできないし。何ヶ月ですか？今臨月です。10ヶ月です。1人目ですか？1人目です。そうなんです。もうすぐあとちょっとで対面できます。そんなかっこよくない。何歳ですか？今31歳です。おばあちゃん。これは持ってたの？
れもいらん。どこでやるんだ。どこ掘っていい？今日はどこ掘っていい今日はか。の？うん。この前あそこ一列掘ったから。今日ゆるいでな。今日じゅるいよね。雨上がりだもん。今日じゅるじゅるだよね。ピンのこっち手前ね。わかった。これくらいでいいけど。わかった。これぐらい？2つぐらい？こっち。こっちね。こう？そんなに打っていいの？これくらいでいい。うん。わかった。ここまでね。わかった。動きたくなるの？そうです。動くのが気持ちよくて、こう土の匂いとか掘ってる音とかがすごい気持ちよくて癒されます。お産ってこう怖いとかってイメージがありました。すごい怖いっていうイメージが、もう病院っていうところがとても怖くて、この手術台の9個の電気みたいなのがすごく苦手で、匂いも白い壁もすごい怖いっていうイメージがあって、お産は特にその中でも一番怖いっていうふうに思ってましたね。で吉村さんでいろいろお友達ができたり動くようになったり、吉村先生の話聞いて、すごく全然今では怖さも痛さも全然どんとこいっていうぐらいすごい変わりました、自分の中で。今ね、まりちゃんがもうすぐ赤ちゃん生まれるでしょ。はい。どうですか？まあ楽しんどるけどね。男の子が生まれるか女の子が生まれるか楽しみにしとるけどね。昔ながらの産み方で産むみたいだけど。は？昔みたいに畳の上で産むみたいだけど。ああ、そう。私たちの時は生まれるまで田んぼで仕事しとったって言ったもんでね。まだ虫食っとらんね。虫が食っとる。本当。見とるの？取ったもん、もう。取ったよ、やだ、これ嬉しい。ちょっとすごいボロボロだけど綺麗にした。これってさ、私が乗ってたの？どれ？これ。そうだよ。あんたもひろきも乗ってん。2代目、3代目、3代目の。わあ、ちびっちゃんのカゴだ。すごい嬉しい。ちびっちゃん、お母さんが使ってたやつだって、これ。すごいね。これ、ちょっと貸して、これ。綺麗です。すごい。おばあちゃんがね、大事に取っといてくれたんだね、きっとね。よかったね。これだけある。何色のが咲く？これ。黄色。へえ。8月に咲く。8月ね。じゃあもう生まれてる。そうか。
もう3センチ弱ぐらい開いてるって言われたので、あと少しかなって。雨の日はなんかお産が進む。そう、ちょっとここんとこ雨が続くので愛してるんですけど。9センチぐらいは開いてます。ちょっと強くなってきた方がいいのかな。見とる場合じゃない。赤ちゃん生まれた。ありがとね。ありがとう。僕もありがとう。パパもありがとう。こうちゃんもありがとう。もっくん握手をする。いったも握手する。赤ちゃん握手する。泣いちゃった。ここにいるよ。ばあば生まれたよ。よかった。生まれたよ。おめでとう。大丈夫だよ。またいな赤ちゃん。
梅干しです。今年はなんか雨が多くて2晩干すって日がなかなかなくて、やっと晴れたので干してます。そう、名前書いて初めてです。初めてです。で、ここに住所と名前と電話番号書いて、で、ここにも自分の名前書いて、予定日と今日の日付を書いて、今日とかに丸を。このまま振り下ろしますとお腹が大きくなってくると腰痛めることがあるんですね。なので一緒にしゃがんでしまいますが、力を入れると飛び越えちゃうんですね、こういうふうに。で、こういうところに当たって今度こういうところが細くなってくるので、ちょっと離れて笑って、何回と打ってると言いますんで。でも当たればよしということでちょっと細くなって、なんかやっぱり体と心がすごい一つにつながってるんだなって思うのがここで、やっぱ体が元気だし体が生き生きしてると気持ちはそれに伴ってどんどん上がっていく。それをもう吉村先生の言われるようにここで感じるのが古谷なんじゃないかなって思うのと、あとはすごい自分が妊婦のお腹をしてるのが誇りに思えてくるっていうか、私妊婦なのみたいな、なんか元気なのっていう、そういうすごい表に出せるのが、普通だったらなんかこんなお腹でどうのこうのとか美しくないとかって思うのかもしれないけど、女の人に生まれてよかったなとか、私妊婦なの妊娠してるのどうって、そういうのをここに来る間にもいろんな人に会う時になんか見てもらいたいっていうか、そうここに来て私もすごいなんか毎日気持ちがいいのと、あとなんか体が喜んでるのを感じるのと、あと体が変わってくるのを感じて、今まではなんかね、外から一生懸命美容液高いの塗ってとかいうのもあったけど、今は全然化粧とかもしなくてもなんか中から出るツヤっていうのを感じるで、あとやっぱ言われてたけど、やっぱ女でよかったっていうのはすごい初めて感じるぐらい、なんか旦那さんがなんか出産って言ったのをイメージすると男でよかったって男性は言ったんだけど、私妊娠してここに来てみんなの姿見て、私本当女でよかったっていうのを感じて、だいぶ安産傾向になりましたね。はい、じゃあベッドがします。はい、どうぞ。当てました。背中左第一。胎盤は全摘情報。胎盤実数も出ない。羊水量もちょうどいいですね。呼吸運動ブラス。心臓の動きもいいですね。
赤ちゃんの顔。まあとにかく赤ちゃんも元気だしね、どんな遅れても大丈夫ですから、のんびりしとってください。はい、よろしい。医学的な異常は全くありません。安産できるでしょう。ひたすら動くこと。はい。なんて顔見た感じじゃ案外のんびりしてるけど、これなんか違うかもしれんな。ちょっとそうですね、そういうことで焦ってる。予定日なんかどんなに超過して大丈夫だからね。みんな神様が決めるんだから。そうですね。神様に任せてくようなね、祈るような気持ちで産むのが一番うまくいく。はい、問題ありません。ありがとうございました。どんなに大きくても出ます。はい。よかった。例えば大きくてもね。大きく、はい。別なんて我慢してるわけないよな。ちょっとまだ開いてこないので、運動に。しっかりやりなさい。はい。どんだけやってもね、やりすぎるのないからね。はい。あとどれぐらい歩く感希望は30分以上歩きたいんですけどでもこれ目的もなく歩くのは私ちょっと辛いんですけど、でもちょっとね歩いてちょっとでもお産が、進むといいなと思います。なんか残った木が寂しいなお母さん。だってあんなふうになんか大きい木だけ残されたらさ、隣にあった木なんかもうあらんと違う。みんななくすのはダメだ。重いです。19キロ喋りますし食べます。わがままも言うんですけど、大事な私の荷物の一つです。これが2つになるかと思うと、キャー。なんでミキやるかな。だってね、眠いんですか。ついとるの。眠いのがついとるの。いやー、よいしょ。頑張れ。頑張れ。よいしょ。お尻引っ張れる。なってないやれやけど、向こう、あれ見る？プチトマト。赤いのなってるね。どっちが赤い？こっちとこっち。向こう？こっち？2つ。こっちの方が赤くない？それだ。ちょっと皮が硬い？ね、だんだんさ、こういう青いのも赤くなって黒飛散がいっぱい当たってね。あぶ。
どう、美味しい？酸っぱい。酸っぱかった？そうかそうか。よかったね。よかったね、これ。よかった。はい。蚊がいっぱい寄ってくる。家でやろうとしたことあるけど、なんかこう微妙にうまくいかないで、窓にするとこうなんか真ん中にこうあるから、あ、夫ですか？あ、立ち寄うかどうかってことですか？今ここで言うのがいいのかな。あ、そうですよね。3月から行方不明で帰りません。なので、娘と2人でお産します。一応妊娠と出産の場所はここって決めてってくれて予定日もしてるんですけど、まだ何も連絡はありません。なのでここでお産することはすごく私の願い望みですし、それが心の拠り所で今日まで来てます。なかなかね、たくさん息子さん見えてもみんななんかこう幸せそうで羨ましいなっていう気持ちがちょっとあって、なんかうちの事情はなかなか話せないななんて、でも事実なので。なんでだろう。普通のピアニカですよね。違うんですか？ピアニカですよね。娘もピアニカ吹くんですけど、なんでだろう。娘が吹くのと全然音色が違う。いやいや。曲
なんだろう、自分でもそうやって考えると何かわからないけど、逃げたくないっていう気持ちは、今私がここで逃げたら、まず家族はバラバラになっちゃうなって思うのと、でも一人じゃないんだなっていうのは思います。支えてくれる誰かが必ずあるっていうのが、やっぱりそばにいなくてもその存在は大きいです。どう？別に何ら変わりなく。俺は死んでも自然に任せていいんだからね。死んでも先生突然死するかもしれない。何が？誰が？須坂の病院の先生。紙見るだけで、これを見たらもう僕は帝王切開って言うしかありませんって言って、赤ちゃんに異常あるかもしれなくて、胎盤にも異常があるかもしれなくても見ないの。そんな子供はね、本当にそんなことあればね、そういう子を無理やり産ましてその命をつなげるということがね、本当に意味があるかどうか、それ人間の用から言えばね、それでいいかもしれません。だけど神の自然の世界から言えばそれはおかしいですよ。死ぬものは死ぬんです、生きるものは生きるんです。それに従わない人間はね、そういうふうになっちゃった。つまり神を否定したんです、現代はね。神に従えばこれは神が殺したわけですから、それはしょうがないじゃないですか。でもちょっと困る。ちょっとここまで困るってことなんて神様に言ってくれいいです。神様に祈ってくれよ、しょうがないから。もっと自然に生きましょう。死ぬものは死ぬんだよ。生きるものは生きるんだよ。あなたなんか絶対検査したって、あなたがそんなことになるような兆候は全くないの。何をもってそんなこと言ってるのか。私がその医者のとこ行ってそれ持ってって聞いてこようか。そんなことね、いくら検査したってかもしれんね。ものすごく定率にはね、定率にはね、0.01% ぐらいはあるかもしれない、でほとんどありません。それを知る方法はありません。私はここで産んでもらうことについてはね、ここの妊娠中のあり方、考え方ねで、ちゃんとつるんと自然に生まれるような状態に持ってってあげるのが私の任務だと思います。実際そうじゃないですか。ほとんどの人がツルツルにうちは生まれるんだ。出てこや何も薬や機械や施設なんかせんでもみんなそういうもんだと思ってた。そうでしょ。そうじゃ医者は困るんだよ、儲からんもん。そういうもんだと思ってたのに、そんななんかいろいろ今まで言われたことのないようなことばかりを言われたら、さすがに先生私呪われた感じになりました。そうするとあんたがね不幸な感じなのでね。不幸な感じ。そうするとお産に対して積極的なね心の態度、もう全然それから体そのもの後ろ向きですよ。だからいいお産ができなくなっちゃうんですよ。もうマイナスなことしか考えない。すごいタワーに祈ってますな。頼もしい限りだね。人間って矛盾してますわ、本当に。矛盾してるで成長するのかもしれない。よく考えてみるとあんまり成長してらんかったなってことになっちゃうかもしれんけど、私の今の医療だってそうじゃないですもん。昔のお産に全部しちゃうってわけじゃないもん。ちゃんと現代のいいところはちゃんとそのままに現代のままに生かしてますもん。検査もするしね、手
しばしば診察もする。向こうの方で一切そんなことなかった。死ぬものはみんな死んどったわけだし。先生、死は怖いですか？いや、昔は怖くて私子供の時のことを思うともう不思議なぐらい怖かったですけどね。今は私全然怖くない。自分としては死は全然怖くありません。ほんで1年とか2年とか前までは怖かったですけどね、今は全然怖くないですね。もうそれは生物学的な本能的な恐れっていうものがあるかもしれんけど、なんて言いますかな、表面的な意識的なっていうのか、そういう怖さっていうのはなくなっちゃいましたね。もうそれは不思議。あまりにも急速になくなってから。でどうして赤ちゃんってその産道を通んなきゃいけないんだろうって、どうして帝王切開じゃ女の人は満足しないのかってそう思ったんです。それはね、女の人が本当に心を込めるところというのは膣です。お産の道、自分の本当に大切な人をここに受け止める時、膣で受けます。その性行為っていうのはもう究極は一体感なんですよね。だから赤ちゃんを産むことも一体感。では皆さんのお話を聞かせていただきたいと思います。こちらから私も産婦人科で働いていたことがあったので、そことの、そこはどちらかというとセレブ出産のようなところだったので、この違いをすごく感じて、やっぱり絶対お産は自然じゃない方がおかしいんじゃないかなと思っています。でやっぱり自然に自分の体も鍛えて産めたらいいなと思っています。で2人目の子供ができるのを待っているんですが、早く吉村先生に何回もお目にかかれるように楽しく過ごしていきたいなと思っています。私この頃本当に決心したんですけど、死の寸前まで私は産科の医者であることをやめないようにしようと決心しておりますので、もし死んじゃったら誠に申し訳ないですけどそれまでは頑張るつもりですので、皆さんも私のもう50年間かかって分かったことを守っていただいて、素晴らしい日本人を生んでいただきたいと思っています。よろしくお願いします。そちらの奥の方は今は2人目を妊娠して、でこちらに通ってまして、で今日がちょうど検診の日だったんですけれども、今日検診したら赤ちゃんの心臓が止まってました涙止まらなかったんですけど、で心臓止まってからもまだ私の中にいてとどまってるんですけど、普通の病院だったら書き出すっていうことをおっしゃってて、私は、この子が陣痛の痛みのようなもので胎盤と一緒に出てくるのを今待ってようと思っています。
赤ちゃんが死んだ人に対してどう対処したらいいかってことについて私は明確なものはないですね。だから実は非常に困惑してます。やっぱり死ということは重いです。だから死んだ赤ちゃんのところへ行ってお母さんやお父さんの話を聞くっていうことはものすごく辛いです。で私もこういう宗教におるわけですから、そういうことより深く知ろうと思うけれども、一件一件でそれだけ一つ一つの問題で深く問題点を探り当てたり、その解決法を考えていっても、本当にそれはほぼ不可能であると、苦しむだけだっていう感じがするな、私は。それは厳しいですよ。お産っていうものをその死との関係に置いて捉えるってことが今私テーマなんです。お産、今の医学だと死は絶対悪であると、そういう意味じゃ出発点なんですよ、私の今の追求の、新しい追求の。自然に流産させてもらえたことで本当に流産だったんだなって、もしその人の手が加わっていたら、もしかしたら本当は流産じゃなくて生きていたんじゃないかって多分思ってたかもしれないです。その後しばらく妊娠もしなかったんですけど、それでようやく授かって無事に生まれてきて、なので、よしよ、そういう経験があるので、本当に妊娠してで無事に生まれてくるっていうことが本当にすごいことだなって思いますね。5年ぐらい前からここに時々こうやって通ってきて来なかったり来たりとかしてるんだけど、すごい変化してるんだよね、ここの場が。メンバーもガラッと変わったし、その変化を時々来るから見える部分があったりとかして、今はなんかなんていうかな、今こうしてこうやってみんなで話をしてる時間がすごいなんかいいなと思って、それがねすごいよかったなって、なんか泣きそうなぐらい嬉しいんだけども、結構きつい状況だったと思うんですよね、ここはね、助産婦としては。いいお産をしてるんだけども、なんかねバラバラの感じというか、なんかきつかった思いとかね、それをいろいろ感じてんだけども、出ない、なんか出せない空気みたいなものがあって、クッとここがいたみたいなね、なんだろうねこの感じはみたいなのを私はずっと思ってて、
やっぱり言いたいことを言い合ってね、なんかやれたらそれぞれ別に誰が悪いとかいいとかそういうことよ。なんか私はこういうふうに感じてる、私はこういうふうに感じてるっていう言える場であってほしいなっていうのをすごい思ってたので。院長はそれこそねすごいことをやってて、やっぱり独裁者って言ったら言い過ぎですけど、やっぱりワンマンになりがちな傾向はあるし、もうちょっとねみんなの意見を取り入れてくれたりとか、やっぱり院長があっての吉村院だけど、助産婦としてのみんなの役割とかそういう部分も吸い上げながらのワンマンでいてほしいなっていう気はするけどね。なんか妹は結局吉村院を選ばなかったのかっていうのは本当にお姉ちゃんがいるからここで産みたいっていうのはあったけれども、自分自身が初めて母親学級に参加した時にその場の雰囲気に飲まれすぎて、自分はここの妊婦としてはやっていけないって不安になったってそれ知らなかった最近。最近話し出して、でそれはなので母親学級もああいうスタイルになってしまったんですけど、やっぱりちょっとずつ変えていくというか、私たちがもっと妊婦さんと関わることをもっと増やしていかないと、やっぱり妊婦さんを守れないのかなっていうような。おかえりごめんお腹痛かったでさ。遊んできた？汗かいてる。拭いてそうなんか汗だくなんだろうけど、そうなん拭きやんのありがとう。ゆっくり呼吸しましょう。ゆっくり息して赤ちゃんに酸素を送ってあげましょうか。そうありがとう。
ありがとう。ありがとう。よかったね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 。あったかい赤ちゃん。あったかい。ちゃん次触ってみた。あ、珍しい今日は横やな。いつもは口と口やな。虫歯が映るって。ね、お姉ちゃん。大好きなお姉ちゃんが隣にいます。お手出してくれる？よし。みんなおるよ。お父さん好きやな。さえちゃんも好きな。あれああいうことしたんだけど、まあ、妻は信じててくれた。まあ今帰ってきてまたここにいて、今は幸せですね。ここ最近やっぱりねこうハウツーの部分がすごく妊婦さんの中でなんか流行ってしまったっていうか、でも院長は根本的にはそういうことはどうでもいい、でもここにはハウツーはなくって妊娠も出産もハウツーはなくってその人のがあるがままで、だから体を動かしてピクピクパクパクゴロゴロはしない生活をすることでやっぱりこう体が勝手にそういう風に変化していく。だから、感覚もそうだし体も自然にそういう風に変化していくっていうことを多分院長もずっと前からそういう風に言ってたんだと思うけど、こちらで転院が決まった時点ですぐに帝王切開になるんだろうなってどこかで思ってたんですけれども、最後みんな温かい吉村のみんなに見送られながら救急車の中で最後の最後まで助産婦の付き添ってくださった方が、どこまで叶えてもらえるかわからないけれどもあなたの望みを向こうの人に
伝えたらいいわよって言ってくださって、私は最後の最後まで自分とこの子の限界が来るまで、じゃあ総合病院の新しい最新のシステムの中ででも下から産みたいっていうのがあって、なんかきっと私がもし江戸時代に生まれてたら、お母さんがダメになるか子供がダメになるか、まあそういうきっと一人だったんじゃないかなって思うんですね。でも私は今のこの時代に生まれたので、こうやって吉村委員のような自然分娩への試みも試させていただいたし、新しい技術を取り入れたことででもこの子が生まれてきたし、そうやって望んでなかったけれどもそうなってしまう。でもなんかこの子を最後やっぱ抱きしめたいって思いました。なのでそれが叶った時はもう最後はそういう帝王切開だったけれども本当に嬉しかったです。じゃできた。いいできた。気持ちよくてしょうがないっていう声でした。こいつ足が短いもんで自分で描けんもんね。描いてやるとめちゃくちゃ気持ちがいいで。我が輩みたいなめちゃくちゃで買ってきままで、どうしようもないやつのを大事なにするなんて、とんでもない目に遭っちゃったいなんて。そう思ってるんじゃないかなと思わんこともないねなんて言ったりして。なあ、これはちび犬。私自身は本当幸せだね。気持ちがいいですわ、毎日が。疲れるけど。佐野勘さんみたいな顔してますね。は？誰が？先生。本当？あんな一生労働して悟っちゃったような風になればありがたいですけど、そんなに族を脱出するっていうことができないもんで恥ずかしいですなあ。田中監査って面白いでしょねえ。あれ普通の別に専門家が作ったわけじゃないのに、ああいうふうにこう人間の心まで表しちゃうような顔ができちゃうっていうのは面白いね。人間って面白いですね本当に。まだ俺がちっちゃな時のこと覚えてる？ああ覚えてないあんまり。その時の写真も残ってますけどね。あの時は嬉しかったね。あの時は俺が出てきた時にびっくりするほど可愛い顔してたので嬉しかった。かわいい本当になんちゅう。いつもおりえちゃんなんてやっとったのでみんなに笑われとって、看護が真似してね、おりえちゃんなんて言っておりえちゃんなんて言って真似しやがってね、だいぶバカにされたんですわ。ああ、いろんなこと思い出しちゃった。時々もできる。俺なんか病院来たらなって思うと会いたいとは思いますよ。喋りたいと思うけど無理やって帰って
うまくいかなくなっちゃう可能性もあるから、まあ、今日もね競技も来とったけど我慢しちゃったんですかね。4ヶ月で母乳だけ？母乳だけです。すごいねえ、こんだけお子さんを引き連れてきてえらい苦労なことだと思うしね、それでもこうわざわざ来てくださるっていうのはそれだけでしみじみそのお気持ちを分からせていただいてありがたいです。吉村さんが生きてて本当は死んどるはずなのにやめてでも私ここを知らなかったらとか、ここで2人産んでなくて沖野さんに相談してなかったらやっぱり切るしかなかったです。あの状態そのくらいでは今のね医者をねみんな信じてるんですけど、私は今の医者はそんな女性方の信頼に応えれるようなやつはあんまりおらんと思いますね。ちょっと激烈なこと言って申し訳ないけど本当にそうだもん。あんたどう思うの？確かにその人にとって何が安全で一番いい方法かっていうのをあまり考えてないような気がします。考えてないよね。自分が楽して問題が起こらんでまだお金が儲かる。だけどそれを直していかんやん。私はそれをやろうとしたの。本当に楽しくてなんかやっぱり良かったなと思ってここに来れて。どうもありがとうございます。ありがとうございました。そういうことを聞くためにわしは一生懸命やってるのね。本当に嬉しいですよ。人の世話ばっかりしてたじゃん。誰が？人の外の親子の世話ばっかりしてたじゃん。誰が？パパが。それ誰？具体的に。病院で来る仕事の相手の妊婦さんとか家族とか子供とかっていうことにはものすごい心血を注いだことは分かっとるよ。でもそれは外の人じゃん。つまりもっと家族のことを考えろってことか。考えろじゃなくて寄り添ってほしかったって言ってるだけ。それやっぱり耳を傾けてほしかっただけだよ。よっぽどわしがそんなのそういう心のない人間だと思う。思いやりはあっても耳を傾けてくれないもん。今更どうしようもないもんだけど、わしは今幸せだ。いつ死んでも何ら食えることのない人生を送ってる。それは徹底的に努力したから。しばらく会わんと思うけど、嫌だからとかそういうことじゃないから、パパのことは。なんか会わなくってもなんか大丈夫な、すごく大丈夫な気がするし、僕はしばらく会わないと思うけど、それ別に私が嫌ってるとかね、嫌ってるとかってことじゃないよっていうことを伝えておきたかったの。分かった。吉村先生ってなんかお医者さんっていうこととしてではなくて、一人の人間吉村正としてなんかいつも本当に思うがままに発言されてるんだなっていうふうに思ってるんですけど、
私たちには必ず死っていうものがあるじゃないですか。生まれた瞬間に死んじゃう命とか、生まれる前に亡くなっちゃう魂とかあるんですよね。そこに深く私の気持ちをちゃんと沿わせて刻んでいく、そういうふうにして春からねここに関わらせていただいていて、私はカメラを手にしていたつもりです。それでね、きっと先生は今自分の死よりもその先に続いていく命のことを考え始めているんじゃないかなって思ってます。そうやって先生のように自分も考えることができれば、自分という個人の命がいずれなくなったとしても大きくちゃんと続いていくっていうふうに思えるんですよね。よくわかりました。私今感じたことはね、なんだかちょっと感動してしっかり説明できないけど、私お産で赤ん坊が死ぬことも母親が死ぬことも、それは私はあってはならないと今の産婦人科学会は言ってるけど、それは間違いだと思います。することはある。だから命が生まれるということがあるのであって、死を全部否定したら生も否定しないならないと。だから私はお産で死ぬことは私は肯定してます。だけど今のこのほとんどの人の考え方がそうではないということは、つまりそれは生を否定してるわけなんだけど、そういう言葉がね、もう人間界を覆っている時にね、それを私がまともに言うっていうことは、それはできない。私一人でできる仕事じゃありませんので、だから黙っておりましたけど、それを今この方がねそれを言ってくれたっていうことはすごく嬉しい。私の産婦人科医としての考え、産婦人科医としての考えをもうとっくに超えておりますね、私は。実はもう産婦人科の医者をやめたいと思いますね。本当は病院辞めたいです。今日は初めてそれが皆さんに言えた。すっきりした。でも皆さんね、こんなめちゃくちゃなやつについてきてくださったってことについては心から感謝します。どうも皆さんありがとう。カラスさんもありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。
赤ち嘘、ありがとう、会いたかった、やだ、気持ちいい。待ってたよ。